圭介です。オズモポケット4並びにオズモポケット 4P 使ってますか？最近ですね、このちっちゃいカメラ系がもう進化しすぎて本当に Vlog も気軽になりましたよね。なんかもうオズモポケット 4P とかに関しては望遠のレンズそっちの方もかなり画質が良くて、このカメラ一つで本当に本格的な撮影ができるようになりました。とはいえ、最近本当にオズモポケット4とか街中で持ってる人見かけるんですけども、もう8割9割の人は多分ねうまく使えてない。せっかくこのカメラ使ってるのにめちゃくちゃ手ぶれしちゃってたりとか、あとは思った方向にカメラが向かないとか、いろんな要因はあると思うんですけども、今日はその部分ですね。基本的な設定、こういう風にしたら撮影しやすいよとか、あとこういう風にしたら画質よく撮れるよっていう設定の部分ご紹介していきながら、撮影のコツについてもご紹介していきたいと思います。これ見ておけば一旦オズモポケットのこと何でもわかるぞという形にしたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。早速いってみましょう。はい、ということで今日はこちらオズモポケット 4&4P のお話ですね。さっきも言った通り基本的な設定から撮影のコツまでご紹介していこうと思います。ということで早速、撮影の前の基本設定ご紹介していきます。撮影の前に本当に基本的にやるべきこととしては3つです。まず1つはストレージを開けること。で2つ目はこれは一日中撮影するっていう風に決まっている場合なんですけども、その場合はマイクロ SD を用意すること。で3つ目がビットレートを高くすること。この3つです。はい、まずですね、このオズモポケット4と 4P って内蔵ストレージが入ってるんですよ。で確かオズモポケット4の方が 107GB でオズモポケット 4P の方が 103GB 入ってるので、かなり撮れるんですよね。だいたい 4K の撮影とかでも2時間ちょっと撮れたりします。なのでまずは内蔵ストレージ使う方がいいんですよ。やっぱマイクロ SD とかよりも耐久性高いし転送速度も速いことが多いので、だったらまず内蔵ストレージから使った方がいい。ただいざ使うっていう風になった時に内蔵ストレージ埋まったら撮影ができないので、まずは内蔵ストレージをチェックして、余計なデータとかがあれば消すとか、あとはパソコンに移すとか、そういう操作をしてみてください。でもし1日中撮影する場合、2時間とかじゃ足りないなとか、そういう場合にはマイクロ SD が必要です。でマイクロ SD は僕はね、このレキサーのマイクロ SD 使っています。最近はねオズモポケット4とか 4P も画質が良くなってきたので、ある程度スペックのいい SD カードじゃないと入らないとは思うんですけども、このぐらいのスペックがあれば一旦ね、撮影することができます。そしてもう一個、これはもう本当に中身の設定なんですけども、ビットレートですね。このオズモポケット4にはビットレートの設定っていうのがあって、ビットレートが標準と高2種類選べます。もちろんこれ高にしておくと画質が良くなるので、スマホでしか編集しないよって人はね、別に標準でもいいんですけども、パソコンでがっつり編集したいよとか、せっかく撮るなら画質よく撮りたいよねっていう人は高にしてあげてください。で設定の方法としては上からスワイプして設定画面を出して、一番左下の一般の設定ですね。でそこのビットレートの部分で標準と高2種類選ぶことができるんで、これを高にしてあげてください。これだけで設定は完了です。圭介の動画でここまででめちゃくちゃ最低限の設定っていうのをご紹介したんですけども、ここから解像度とか少し細かい設定に入っていきたいと思います。で動画撮影をする場合絶対付きまとうのが解像度とフレームレート、この2つです。要は解像度っていうのは 4K とかフル HD とかなんかそういう話ですね。でどっちの方を撮ればいいのっていうと、僕は 4K で撮ってます。正直別にねスマホで見る分にはフル HD でも全然 OK なんですけども、ただ後でクロップをするとか、あとは未来ですね、例えば何年後とかにこう映像を見返すっていう時にやっぱ綺麗な方が嬉しいじゃないですか。ということで僕は 4K で撮影しています。もちろんフル HD の方が長回しできたりとか、あとは長いデータを保存できたりもするんで、そこは自分の使い方と相談してみてください。でそしてフレームレートですね。でフレームレートってあんま動画やったことない人だと聞き慣れない言葉なので難しいかもしれないんですけども、要は1秒間に何枚の静止画を使って動画を生成しますかという指標です。で例えばテレビとかは1秒間30フレームで、映画とかだと1秒間に24フレーム、24fps とか言ったりするんですけども、そんな形になってます。で YouTuber とかでたまにあるのが、60fps、 もっとヌルヌルで滑らかな映像を撮りたいよって人はこれですね。でこれも用途に応じてではあるんですが、僕の場合どうしてるかでいうと、僕は 4K の 24fps フレームレート 24p で撮影しています。なのでこの映像も 24p です。若
干カクついてるように見えるかもしれないんですけども、それが僕はいいなと思って、映画っぽいなと思ってこの表現にしています。で、スローモーションを撮影するときは60フレームにしてます。本当はね、Osmo Pocket 4と 4P ってスローモーション撮影っていうのがあって、1秒間に120フレームみたいな5倍スローまでいけるぜみたいなスローモーションもあるんですけども、そっちの撮影方法を使っちゃうとログ撮影ができないんですよ。これもねちょっと後で紹介するんですけども、要は色編集できるようにちょっと色を薄くするみたいなフォーマットで普段はね撮影してるんですけども、それで撮影ができなくなっちゃうっていうのがあるので、僕の場合は60フレームにして後で2倍とか 2.5 倍のスローぐらいにとどめています。で、1個僕がやってる設定で言うと美肌補正ですね。これは基本オフにしてます。そもそもログ撮影とか、あとは今回新しく入ったフィルムトーンか、これをオンにしてるとちょっと美肌はねオンにできないんですけども、そもそも美肌補正ってオンにしちゃうと、若干映像がソフトになるんですよね。要は肌の部分をこうぬるっと滑らかにするためにあえてシャープネスを落とすみたいな設定にしてあるんですけども、そうすると映像がソフトに見えちゃうので僕は適用させてないです。適用させるとしても結構顔に近いとかね、このぐらいで撮影するよって時だけちょっと美肌補正オンにしたりとか、そのぐらいですね、使うとしても。基本的には僕はオフです。で、そして次、色味です。この Osmo Pocket 4と 4P って中にフィルムトーンっていう、なんだろう、要はフィルター、色味のフィルターみたいなのがあったりするんですけども、それを使って最初から色付きで動画を出力することもできるし、はたまた色味の部分は後で編集するからっていう風にログ撮影もできたりします。で、もしフィルムトーンを使う場合、どれがいいかっていうと、最近ハマってるのはウォームトーンですね。結構ねナチュラルで好きかも。100% とかにしちゃうと結構ウォームになっちゃうんで、50とか 70% とかちょっと強度設定できるんですけども、その辺でかけてあげるといいのかなと思います。で、そうじゃない場合はログ撮影ですね。この動画もこんな感じで色を薄くしていて、後でね色をつけるという形で編集してるんですけども、もちろんこの Osmo Pocket 4 4P もできるようになってます。で、今回の Osmo Pocket 4からやっぱめちゃくちゃこの D-Log の精度が良くなって、精度というか色の編集の幅が広くなったんで、かなり色編集しやすいです。ではそう、Osmo Pocket 4P に広角レンズ側で D-Log2 っていうのがあるんですけども、僕はあんま使ってないです。D-Log2 の方がダイナミックレンジが広がって一見良さそうなんですけども、若干 D-Log よりも暗く映っちゃうところだったりとか、あとは望遠レンズではそれ使えないから、全部一体で使おうとするといちいち設定の変更をしなきゃいけないんですよね。なので広角でどうしてもダイナミックレンジが必要、要はどうしても白飛び黒つぶれありそうだなっていうシーンだけ D-Log2 使うのがおすすめですね。で、ログ撮影に関してはちゃんと色編集が必要です。で、もちろんね DJI の公式からオリジナルラットっていうのが出ているので、それをね入れてあげても標準のカラーに戻すことはできるんですけども、やっぱりいい色にしたいじゃん。ということで僕もオリジナルラットを作っています。こちらね Osmo Pocket 4並びに Osmo Pocket 4P の D-Log に最適化したラットっていうのを作って、実際に僕も Osmo Pocket 4とか 4P で使ってるんですけども、色の入りが僕は結構好みにできていて大好きですね。色味っていうのは本当にね好みの問題なので、これちょっといいなと思ったらぜひね買ってみてくれると嬉しいなと思います。ケイスケの動画で、設定関連で言うとあと2つ紹介したいものがあります。1個はジンバルの設定ですね。上からスライプして一番右下の部分、ここでジンバルモードっていうのを設定ができます。で、初期状態だと一番最初のフォローっていうのになってるんですけども、これ確かに便利なんですよ。中央を軸としてこうやって上下左右どっちもついてくれるよというモードではあるんですけども、結構これ街中で見ててこの状態でかなり使えてない人が多い。っていうのも、これって例えばねこうまっすぐ持った状態で起動するならいいんだけど、下に向けた状態で起動するとジンバルこっち向いちゃうのよ、カメラが。で、この状態であって言って撮ろうとするとほらカメラ上向いちゃうでしょ。こんな感じになってしまうと。で、カメラを中央に戻すっていうのをやればもちろんこうやって戻るんですけども、直感的ではないですよね。で、じゃあ直感的に操作する場合はどうしたらいいのかっていうと、ジンバルモードに入って一番右側の FPV 垂直っていうモードがあります。これが要するに一般的な一眼カメラとかと一緒で、構えた方向にちゃんとカメラが向くというものになってます。なので一番直感的に使うのはもうこれですね。これにしておけば撮影はね問題なく進められます。もうめちゃくちゃいい感じに撮れる。ただしですね、1個注意点があって、これ
斜めにもできちゃうんですよ。なので常に水平が撮れるわけではないと。でやっぱりオゾンポケットシリーズってこの水平が撮れるっていうのが映像がリッチに見える理由でもあったりするんですよね。なので僕はこの FPV 垂直とフォローモード使い分けてます。普段撮影する時、ラフに撮影する時っていうのは FPV 垂直こっちで撮影をしていて、はたまたちょっと本気で撮影をしたいぞとか、あとはリッチな映像で撮りたいぞっていう時にはフォローモードにしてます。やっぱその方がちょっとローアングルでの撮影とかそういうシーンの時に便利なのでフォローモードを使っています。であともう1個だけ、このねカメラにはカスタム撮影モードっていうのがあります。上からスワイプして一番左上のなんか人間にプラスみたいなボタンあるやつですね。ここをプラスを押すとですね、カスタムっていうのが設定できるんですよね。でこれは今ある撮影設定っていうのを保存することができます。で保存したものは一番トップの左下の動画アイコンから任意のカスタムモードに変更することができるというものになっています。で僕の場合はやっぱ基本的には 4K24p これで撮影するんですけども、時にスローモーション使いたい、時に美肌補正使いたい、そういうシーンもあるのでそれぞれをカスタムモードに設定してます。 4K24p は動画のままで C1 カスタム1に 4K の 60p 保存して、で C2 のところに美肌モードを入れています。これはあくまで僕の設定なので、自分がこれやりたいなって思う設定をぜひねこのカスタムモードに入れてくれると嬉しいなと思います。ケイスケの動画はい、ということで、長々と設定をご紹介してきました。ここまでの設定を知っていれば一旦ね撮影がうまく開始できる状態になったと思います。でここからサクッと4つほどねこのオズモポケット4とか 4P での撮影のコツ紹介していきたいと思います。でまず1つ、歩き方です。オズモポケット4ね、確かにここの部分にジンバルスタビライザーっていうのがついてるんですよ。なのでこうやって揺らしても、カメラあんまり揺れないよっていうのが1個ポイントだったりするんですけども、とはいえですね、縦揺れ、この揺れ吸収できないんですよ。なので歩き方気をつけないと結構なんだかんだ揺れます。でどうやって歩くのかっていうと、一般的にはジンバル歩きっていうのが一番ベストではある。ジンバル歩きっていうのは、こんな感じのすり足のやつですね。こうして、腰をあんま上下させないように動くという風にすると綺麗に撮れます。とはいえこれで自撮りしてたらねちょっとダサいやんなので歩き方としては本当になるべく上下させない、これだけを覚えてほしいです。こうやって歩く時にこう揺らすんじゃなくて、なるべくこう吸収してあげて、このカメラ自体が上下しないようにしてあげる、これを意識するだけで映像の質かなり変わります。で撮影のコツ2つ目ですね、広角で撮影する時にちょっと前に物を置いてあげてください。これは要は前ボケみたいな話なんですけども、少し前に障害物があるとやっぱ立体的に見えるんですよね。普通に映像を撮ってるだけじゃなくて、ちょっと茂みから撮影するとか、あとはちょっと物陰から撮影するとか、ちょっと前に物を入れてカメラを動かしてあげるだけでこんな感じのリッチな映像になってくれます。やっぱねちらっと前に映ってるだけで本当に立体感が増すので、これはねぜひやってみてほしいですね。もちろん全部じゃなくていいのよ。いろんな映像に差し込むとか、ちょっと決めカットで使うとか、そういう一部のシーンだけでもそういう前ボケというか前に障害物があると本当に綺麗に映像が引き締まって見えるので、ぜひね使ってみてください。で3つ目、これねやってみてほしいなと思うのが地面スレスレの映像ですね。もうこれは1個フォローモードにして、こうやって1回カメラを水平にしてからジョイスティックを2回トントンって押すとカメラがあっち側向くので、この状態で撮影するという風にすると普段のカメラでは絶対撮れないような低さから映像が撮れます。こうやっぱり見慣れない角度からの絵、例えば人間ってこの目線からいろんなもの見てるじゃないですか。だからこの目線から外したところから、この上でもいいし下でもいいし撮影してあげると一気にね目を引く映像になりやすいです。ドローンの映像とかもめちゃくちゃよく見えますよね。あれって本当に人間の見ている視点からではないからよく見えるんだと僕は思ってます。なるべくこう普段見る映像の視点から外してあげて、そこの視点から撮影してあげる。そうするだけで一気にね映像のクオリティも変わりますので、ぜひ応用してみてください。で撮影するときはさっきみたいにフォローモードにして使うか、もしくは FPV モードとかにしてもこうやってね逆さまに持ってあげれば撮影ができます。ぜひやってみてください。で最後、これはね特にオズモポケット 4P 使う場合なんですけども、オズモポケット 4P で望遠にすると結構ブレるんですよ。要は望遠って広角よりもブレが目立ちやすいから、普通に撮影しようとするとグヨグヨするんですよね。なのでもしテーブルとか平たいところ、こういう場所があれば紙とか布を使ってあげてください。やり方はめっちゃ簡単で、こういう布ですね、これを引きます。で、ここに乗っけます。で撮影を開始したらこうやって布の部分だけ引っ張るんですよ。そうすると
ブレずに撮影することができます。でこの時に Osmo Pocket 4シリーズとかだとちゃんとね被写体をトラッキングすることができるので、被写体をトラッキングをオンにしてあげるとこんな感じの滑らかで綺麗な映像が撮れちゃいます。全然違いますよね。ちょっとスローモーションとかにしてもいいぐらい、こういうちょっとしたものなんですけども、布でもいいし紙でもいいし、ちょっと敷いてあげるだけでこう摩擦がね少なくなってスムーズに滑らかな動きができるようになりますので、これも1個使ってみてくれると嬉しいなと思います。僕はね使ってるのはこれエレコムのクリーニングクロスですね。画面とかこれでいつも拭いてます。ケイスケの動画はい、ということで一挙設定から簡単な撮影のコツご紹介してきました。もちろんもっともっと深掘れば設定たくさんあるし、あとはこうやって使いこなすよっていう方法もたくさんあるんだとは思うんですけども、まずはですね今日ご紹介した最低限の設定だったりとか撮影のコツ使ってみていただいて、うわーやっぱ Osmo Pocket 面白いって思ってくれるとすごく僕は嬉しいなと思います。でさっきの色味のところでは話したんですけども、僕のねオリジナルのラットっていうのもあります。そのラット入れれば本当にいい感じの色に仕上がります。日常でも使いやすくて汎用性高くて僕は結構好きですね。ぜひ使ってみてください。ということで今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。